簡単に日本の状況と今の金融機関の取り組みというか、グッドプラクティスについてお知らせしたいと思います。ちょっとこれと申します。今のお話を聞いて本当につくづく思いますのは、日本ではですね、フィット再生可能エネルギー固定価格買取制度によってバイオマス燃焼はゼロというのがずっともう常識になっていて、企業の方はそういうふうに認識されている方が多いと思うんですけれども、グローバルスタンダードではもうそうじゃないんだよと。でどんどんそちらの方向が強まっていて、このままだと日本の状況はどんどん置いていかれるのではないかということを懸念します。でこのようにバイオマス発電と石炭混焼、燃焼の CO2 排出量を含んでカウントすると、これ産業総合研究所の歌川先生が計算していただいたものですけれども、この黄色い線 SD シナリオパリ協定 1.5 度を達成しうる数値よりも木質バイオマス発電や、木質石炭混焼というものは大幅に何倍もですね超えてしまうということになります。カウントのルールはちょっと私たちの方でまとめたものですけれども、フィットはカウントしない、TCFD も今のところ明記されていない。でも GHG プロトコルや SBT では、ちゃんとカウントするというルールになってきているということで、ルールがちょっと混在しているというのも事実で分かりにくいというところはあるかと思います。では今回の金融機関のですね、世界の金融機関が木質バイオマスに対してどのような対応をしているかといいますと、このように例えば HSBC はライフサイクルでの温室効果排出量が少ないこと、最小限の森林伐採を行うということを基準にしたり、トリオドスバンクというところはですね、生物多様性の損失を助長する可能性があるですとか、バイオマス燃焼は避けなければいけないが、2021年に、バイオマス発電に特化した新休止は実施しないと、そういったポリシーを出しています。ポリシーというか、コメントを出しています。あとは、アクサインベストメントもですね、森林破壊がなく正味の排出削減が実証できる場合のみ投資対象。あるいはロボバンクでは高炭素ストックの土地から得られる燃料を含むバイオマス燃料の製造はしないとか、温室効果ガス削減の効果が明確なバイオマス燃料の生産ですとか、といったことを出しています。でですね、日本では、ちょっとこれお名前出せないんですけれども、ある大手生命保険会社が、去年ですね、実は、パーム油、木質、チップを燃料とするバイオマス発電の新設更新の投融資は原則取り組まない方針というのを、この企業のホームページに書いています。で、これ、チップって書いてますけども、輸入の大半を占める木質ペレットも含むということは確認しています。ただし、一応あまり公には出していただきたくないというコメントをいただきましたので、名前は出しません。ということで、はい、私からは以上です。このような状況をお伝えしておきます。